一人の日本兵が銃剣を手にある石碑のそばに立っている。 AI で80年前の色を蘇らせてみる。石に刻まれているのは菊の御紋章と大日本帝国の文字。これは樺太の国境に置かれた標石である。ここから南は紛れもなく日本の領土だった。歴史の授業で樺太が日本の色に塗られた地図を見た人もいるだろう。明治の昔、日本が大国ロシアを破って手にした北の大地、それが樺太だった。だが今、この標石も樺太の南半分もロシアの領土となっている。なぜ日本の領土だった樺太は失われてしまったのか。昭和20年8月15日、日本は長い戦争を終えた。だが、この樺太では戦争は終わっていなかった。日ソ中立条約を一方的に破り攻め込んできたソビエト連邦。その軍隊は終戦の日を過ぎても進撃を止めなかった。なぜソ連は戦争が終わってもなお樺太を攻め続けたのか。実はソ連の指導者スターリンは北海道の北半分をソ連によこせとアメリカに要求していた。樺太はその北海道へ攻め込むための足がかりだったのである。もしあの時樺太で踏みとどまった兵士たちがいなければ、日本はドイツや朝鮮半島のように二つに引き裂かれていたかもしれない。これは終戦後の樺太で日本の領土を守るために戦った人々の記録である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。そもそも樺太はなぜ日本の領土になったのか。話は明治の時代に遡る。当時の世界は白人の列強が支配する時代だった。アフリカの黒人は奴隷として故郷の大陸から連れ去られた。アジアの国々も次々と欧米の植民地にされていく。インドはイギリスに、ベトナムはフランスに、資源豊かな東南アジアは白人に支配され、その富を搾取された。有色人種は白人に従うしかない。それが当たり前とされた時代だったのである。そんな世界の中で日本はただ一国立ち上がった。1904年、日本は大国ロシアと戦争を始めた。日露戦争である。当時のロシアは世界最強クラスの陸海軍を持つ白人の超大国だった。対する日本は近代化を始めてわずか数十年の小さな島国。世界の誰もが日本の敗北を予想していた。ところが日本はその大国ロシアを打ち破ったのである。近代において有色人種の国が白人の大国を破る。それは世界の歴史上初めての出来事だった。この勝利は欧米に支配されていた世界中の国々に大きな希望を与えた。そして戦争の末期、日本軍はついに樺太の地へと上陸する。この一枚はまさにその上陸の瞬間を捉えた写真である。海岸に翻る旭日旗。沖からは兵士を乗せた舟艇が次々と浜へ押し寄せていく。日本軍はわずか3週間ほどで樺太の全土を占領した。そして1905年9月のポーツマス条約で北緯50度から南の樺太が正式に日本の領土となったのである。小さな島国の日本が大国ロシアを破って手にした北の大地、それが樺太だった。では、日本の領土となった樺太はどんな土地だったのか。南樺太にはおよそ40万人もの日本人が暮らしていた。それから40年、樺太は紛れもない日本の一部だった。中心都市の豊原には立派な大通りが伸び、商店が立ち並び、人々が平穏に暮らしていた。豊かな海と深い森と石炭。樺太は日本を支える
豊かな土地だったのである。その平和な暮らしに突然戦争がなだれ込んできた。昭和20年8月9日、日本が降伏の瀬戸際に追い込まれていたその時、シビエト連邦が日本に宣戦布告した。日本とソ連は日ソ中立条約を結んでいた。戦争はしないという国同士の約束である。今画面に映るこの一枚こそ、その条約を締結した時の写真だ。署名する日本代表の背後、中央に立つのがソ連の指導者、スターリンである。スターリン自らが立ち会ったその約束を、ソ連は一方的に破った。満州へ、朝鮮へ、そして樺太へ、大軍が一斉になだれ込んできた。そして8月15日、日本は降伏し、戦争は終わった。しかしソ連軍は終戦の日を過ぎても進撃を止めなかった。樺太の地で戦いは終わってなどいなかったのである。樺太の中ほどには北緯50度の国境線が引かれていた。その北はソ連の領土である。昭和20年8月11日午前5時、まだ夜も明けきらぬ国境に突然砲声が轟いた。ソ連軍が北緯50度の国境を越えなだれ込んできたのである。戦車、装甲車、空を覆う飛行機の群れ、押し寄せるのは何千という圧倒的な大軍だった。その最前線に半田という小さな集落があった。ここを守っていたのはたった100名ほどの日本の兵士、歩兵2個小隊と国境警察隊の28名である。今映るこの一枚は樺太の警察官が軍事訓練に臨む姿。半田を守った警察官たちもこうして国境の備えを固めていた。戦車もなければまともな大砲もない。誰の目にも勝ち目のない戦いだった。だが彼らは一歩も引かなかった。迫り来る戦車にわずかな火器で立ち向かい、陣地にしがみつきひたすら撃ち続けた。そして丸い一中羅、たった100名でソ連の大軍をその場に釘付けにしたのである。8月12日、半田を守った兵士たちはそのほとんどが戦死した。100名の壮絶な最後だった。後にソ連軍はこう書き残している。半田にはよほど堅固な要塞があったに違いないと。たった100名の日本兵の抵抗が大国ソ連をそれほどまでに驚かせたのである。半田を抜いたソ連軍は内陸のコトンへと迫っていく。これは南樺太を進撃するソ連軍の戦車。 AI で当時の色を蘇らせてみる。日本の兵士たちが立ち向かったのはこの鉄の塊だった。だが日本軍もただでは退かなかった。8月12日、コトンへ迫るソ連軍の前に日本の主張兵と憲兵たちが立ちはだかった。彼らが手にしていたのは訓練用の木の銃。本物の小銃ではない木の銃と銃剣だけだった。その木銃を握りしめ、彼らはソ連の戦車に突撃したのである。無謀としか言いようのない突撃だが、その捨て身の抵抗がソ連軍の足を確かに止めた。8月13日、ソ連軍が本格的な包囲攻撃を始める。日本軍の速射砲ではソ連の分厚い戦車の装甲を撃ち抜けない。それでも兵士たちは陣地にしがみつき戦い続けた。コトンの兵舎をめぐる一進一退の激しい攻防。そして8月16日、大隊長小林定治少佐が戦死する。連隊はついに撤退へと追い込まれた。コトンを抜かれてもなお、日本軍には最後の砦が残されていた。主陣地八方山。8月16日、ソ連軍は火砲213門を撃ち込む総攻撃を再開する。山が震えるほどの砲撃の雨が降り注いだ。だが八方山が落ちることはついになかった。兵力でも装備でもはるかに劣る日本軍がその身を盾にしてソ連の進撃を食い止め続けたのである。半田の玉砕から八方山の死守まで、国境の兵士たちは
終戦を過ぎてもなお一歩も退こうとはしなかった。ソ連の攻撃は北の国境だけではなかった。樺太の西の海からも迫っていたのである。8月16日、ソ連軍が西海岸の町トーロとエストルに上陸する。軍艦の巨大な主砲が容赦なく町を打ち据えた。ここを守る正規の兵力は歩兵第25連隊のごくわずか。そこで住民までもが急遽戦いに駆り出された。義勇戦闘隊である。その中には600名の学生と80名の女性までもが含まれていたという。彼らに与えられたのは竹槍や数少ない手榴弾。満足な訓練もまともな武器もなかった。それでも彼らは立ち上がった。逃げ惑う住民を一人でも多く北へ逃がすために。迫り来るソ連軍と自分たちの故郷との間にただその身一つで立ちはだかろうとしたのである。北の国境でも西の海岸でも樺太の人々は最後まで戦うことを選んだ。この時札幌に一人の軍人がいた。第五方面軍司令官樋口喜一郎中将。樋口は陸軍でも指折りのロシア通だった。若い頃からロシア語を徹底的に学び、シベリアや満州で長くソ連と渡り合ってきた情報のプロである。ソ連という国を誰よりも知る男だった。そんな樋口だからこそ敵の本当の狙いを見抜いていた。ソ連が欲しいのは樺太だけではない。その先にある北海道だ。事実、ソ連の指導者スターリンは北海道の北半分をソ連によこせとアメリカに要求していた。ドゥモイと釧路を結ぶ一本の線、後に北海道スターリンラインと呼ばれた分割の線である。もし樺太があっけなく陥落すれば、ソ連軍はその勢いのまま北海道へ上陸してくる。そして日本は半分をソ連に奪われ、二つに引き裂かれてしまう。それを防ぐには樺太で一日でも長く踏みとどまるしかない。8月15日、日本は降伏した。大本営は全軍に戦いをやめるよう命じる。だがソ連軍は攻撃を止めなかった。その翌日、8月16日、樋口は攻め続けるソ連から樺太を守るため、ある命令を下した。樺太の第88師団に向けて、南樺太を死守せよ、と命令を受けた兵士たちは、終戦後もなお目の前の敵と戦い続けた。そして樋口が命じたこの樺太の死守、それは結果として北海道を守る貴重な時間を稼ぐことになるのである。同じ頃、もう一つの島でも日本軍が戦っていた。千島列島の北端、シュムシュ島である。シュムシュ島でソ連軍と戦った日本軍の戦車 AI で80年前の色を蘇らせてみる。樺太の防衛を命じた第五方面軍司令官樋口喜一郎。樋口はシュムシュ島の守備隊にも同じ覚悟を求めていた。昭和20年8月18日、終戦から3日後のことである。ソ連軍がシュムシュ島に上陸してきた。すでに武装解除を始めていた日本軍は再び武器を取り立ち向かった。戦車第11連隊をはじめとする守備隊はソ連軍に大きな損害を与え、その進撃を見事に食い止めたのである。シュムシュ島での激しい戦いはそれだけで一つの物語になる。その詳しい顛末は別の動画があるので、そちらをご覧いただきたい。ここで知ってほしいのは、樺太とシュムシュ島、北の2つの島で兵士たちが終戦後もなお国境を守り抜こうとしていたということだ。京や西海岸で戦った兵士たちが守ろうとしたもの、それは目の前の樺太とそこに暮らす人々だった。樺太にはまだ40万人もの住民が取り残されていたのである。一日でも長くソ連を食い止める。その間に一人でも多くの住民を安全な土地へ逃がす。兵士たちは同胞を守るために戦っていた。だがソ連の侵攻は
あまりにも早かった。8月は立夏、ソ連軍が西海岸の港町マオカに上陸する。逃げ惑う住民に容赦なく銃弾が浴びせられた。その町の郵便局では若い女性の稲妻話交換手たちが最後まで持ち場を守っていた。迫り来るソ連兵、もはや逃げ場はどこにもない。皆さん、これが最後です。さよなら、さよなら。その言葉を最後に9人の乙女は自ら命を絶った。最も若い者はまだ10代の少女だった。彼女たちの物語はまた別の動画で詳しく語りたい。兵士たちが守ろうとした人々の中には、こうして逃げることさえできなかった女性や子供たちがいたのである。樺太の各地で日本軍は必死の抵抗を続けた。だがソ連軍の物量はあまりにも圧倒的だった。弾薬は尽き、兵士は次々と倒れていく。各地の部隊は抵抗の限界に追い込まれていった。そして8月22日以降、各地で停戦の交渉が進み、8月25日、ソ連軍が樺太南端の港大泊を占領する。ここに半月にわたる樺太の戦いは終わった。正確な数は今も分かっていない。だが国境を守る戦いだけでも568名もの兵士が戦死していた。樺太全体ではその犠牲はさらに大きかった。そして戦いに巻き込まれた民間人の犠牲は3500名を超えたと言われている。中には逃げ惑う中で命を落とした女性や子供も数多くいた。戦いが終わったその後、南樺太に暮らしていたおよそ40万人の日本人、その多くが住み慣れた土地を追われ、北の実木のまま北海道へと引き上げていった。日本人が40年をかけて築き上げた豊かな樺太、その南半分はこうしてソ連の手に渡ったのである。今樺太はサハリフトと呼ばれ、ロシアの領土となっている。あの国境の標石も豊原の大通りももう日本のものではない。確かに樺太という領土を日本は失った。だが兵士たちが命がけで稼いだわずかな時間、そのおかげで多くの住民が北海道へと逃げ延びることができた。そして樺太とシムシ島での終戦後の抵抗、それはソ連の北海道侵攻を遅らせ、スターリンの野望を打ち砕く一因となった。日本はドイツや朝鮮半島のように国を二つに引き裂かれる運命を住んでのところで免れたのである。終戦後の樺太で目の前の敵と戦い、同胞を守ろうと最後まで戦い抜いた兵士たちがいた。その人たちがいたから今の一つの日本がある。終戦後の樺太に日本を守ろうと死力を尽くした人たちがいた。私たち日本人はその人たちのことを決して忘れてはいけない。カラーで蘇った写真の中で彼らは今も北の空を見つめている。あなたのご家族やご親族にも樺太や北方の地に関わった方がいるかもしれない。語り継がれている話があればぜひコメントで教えてほしい。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。